どうも、今回はですね、前々から Amazon でよく見かけて気になっていたこんなものを手に入れたので紹介したいと思います。これが何かというと、ズバリこのマキタのバッテリーで動かせるハンダゴテです。はい、このバッテリーで動かせるので煩わしいコンセントをつなぐケーブルが必要ないっていうことで、これすごい気になってたんですよ。ということで、早速ちょっと開けてみましょう。オープン。おお、ハンダゴテ、こんな説明書みたいなの入ってました。で、いろいろこう綺麗に梱包されてますね。はい、こんなものが入ってました。で、ちょっと今回ですね、こんなものも手に入れたんですけど、これちょっとハンダゴテとしてもまあこういうやつですね、使うんですけど、プラスチック溶接もやってみたいなっていうことで、先端の部分、これもですね、ちょっとこれに合うかわからないんですけど、合わせて Amazon で購入してみました。これもし合えばですね、後半ちょっとこれ試してみたいと思います。普通に入りますね。ちょっとまずこれ装着します。これをですね、こうですね、取り付けてと、こう取ってと、これを引き出しまして、ここですね、ここに入れると。この辺は簡単ですね。いいですね。で、あとはこうすればここから多分出てくるんですよね。あ、出ましたね。出た。で、これ出しすぎちゃった場合は多分ですね、ここを押してこう巻き取れば、こうスルスルと、ここが今引っ込みましたね。こうまた出せると。これがですね、コードタイプのこんなようなやつ自分持ってるんですよ。それと全く使い方一緒ですね。これいいですね。で、これを装着すると、見た目はこんな感じになります。これまだちょっと使ってはいないんですが、パッと見た感じ、この握る部分もですね、そこまで太すぎずっていうか、結構細くて握りやすそうな感じで、スイッチも赤い色で目立ちますね。このスイッチ系はですね、電源の切る入れるのこの赤いボタンと、あとトリガーぐらいですかね。シンプルです。で、形もですね、なんていうんですかね、このペリカンみたいな、鳥のくちばしみたいな風に下からワイヤーが出て、上にハンダの厚い熱する部分があるっていう、そういった形してます。でもって Amazon にはですね、これの他にもこのマキタ互換、このマキタの 18V バッテリーで動かせる、これとはまた違う形のハンダゴテあったんですけど、自分はこの形にしました。っていうのもですね、これがですね、このチャンネルでもかなり前に紹介した自動ハンダゴテってやつなんですけど、これはこのコンセント挿して、使うタイプのものなんですけど、これ見てわかるかもしれないんですが、これとめちゃくちゃ形似てるんですよ。で、個人的にはですね、このタイプすごい気に入ってまして、っていうのもさっきちょっとこっちでも紹介したんですが、下からワイヤーが出て、上にこの熱する部分ですね、この熱くなる部分、これがついてるっていうのがですね、個人的にはこれすごい好きで、こうハンダ作業やる時も見やすいんですよ。で、この供給もですね、ここからストレートでいくんで、なんていうんですかね、こう下がこう上にこう曲がって出るみたいな、そういうタイプもあるんですけど、その場合先端が詰まったりするんですよね。で、このハンダの熱で、このワイヤーっていうか、これなんていうんですかね、この部分が溶けるじゃないですか。で、ここが冷えて固まってダマになったりするとですね、いろいろとちょっと引っかかったりとか、こう上に出るタイプは面倒くさいとか、個人的にあんま好きじゃなくてですね、これと同じ形になってる、このタイプにしてみました。めっちゃ似てますよね。この使い勝手をこのコードなしでできるっていうところで、これめっちゃいいじゃんと思いまして、今回これ購入してみました。はい、ちょっとこれ早速使ってみましょう。本当に使い方はこれと本当に一緒です。このスイッチの位置とかも一緒ですね。
同じメーカーが作ってるんじゃないかぐらい同じです。でこれを多分カチッとやると温まるんでしょうけど、こうやって出したりとかですね。さっきもちょっとやったんですがこれと同じなんですよ本当に。この出過ぎちゃった場合はここをこう押しまして、こっちに回すと引っ込むと、はい、いいですね。じゃこれちょっとスイッチ押してみます。オンでここがつきました。あ、すごい。あ、もう煙今出始めてますね。見えますかねこれ。普通にこの部分溶けてます。あ、すごい早っ。1分ぐらいですね。1分も経ってないかも。おお、いいじゃんいいじゃん普通にこれ使えそう。ではですね、ちょっとやってみますか。これがですね、うちわさび栽培やってるんですけど、このポンプめちゃくちゃ使うんですよ。これをですね、ちょっといろいろ、これもう何個買ったか分かんないですね。このポンプもソーラーパネルにつないだりとかですね、バッテリーにこうつないで使ったりするんですけれども、この辺りはですね、何の変哲もないハンダ付けの作業です。普通にできるなこれ。こんな感じですかね。電源切ります。すげえこんな感じでですね、いけますね。でもってこのヒートガン、これもですね、このヒートガンは純正のものなので、こうしまして、この組み合わせでいけば普通にコードもいらずに現場で作業もできますね。ああ、いいいいこんな感じでもうこれぐらいやるぐらいだったらですね、バッテリーも全然減らないですね。3アンペアでもいいぐらいかもしれない。ちょっと続けてもう1箇所やります。ちょっとこれはテスト的にやってるんですけど、普段は、これの先にですね、ソーラーパネル用の端子つないだりだとか、バッテリーにつないだりですね、そうやって使ってます。ちなみにこれビルジポンプってやつで結構強いんですよ。突出というか水を噴射する力も結構あるので、ちょっと今これ Amazon で売ってるか分かんないんですけど、自分はこれアリエクスプレスで、めちゃくちゃ大量買いして、仕事で使ってますね。わさび栽培で水耕の水の排水の手伝いみたいなやつで使ってます。当然こっちの方が軽いんですけど、やっぱコードのないのは本当にめちゃめちゃやりやすいですね。もうちょっと軽いといいんだけども、これバッテリー今6アンペアつけてるんですけど、3アンペアとか 1.5 アンペアのものをこういうものもあるんで、これ使えばこういったちょっとした作業の時は軽くていいかもしれない。ちょっと試しにやってみるか。今 1.5 アンペアのやつつけてます。めちゃめちゃ軽いですね。
素晴らしい。 1.5 アンペアでいいかも。めちゃめちゃ軽い。はい、こんな感じでハンダ作業が簡単にできちゃいました。ここにこう蓋がありまして、ここがこうパカッと開くんですよ。で、中がこういうふうに見えると。この通っていくのも見やすいですね。で、今出てきましたね。万が一ここが詰まっちゃってもこの蓋を開けて、メンテナンスできると。この点はですね、こっちではなかったんですよ。これはありがたい。ちょっと嬉しい発見といいますか。これあるとないとではあった方が絶対いいですよね。ではですね、こんな感じでハンダ作業はもちろんのこと、今回ちょっと個人的にはこっちの方が本命といいますか、さっき冒頭でちょっと見せたこの先端の部分ですね。これ用にちょっと今回これ買ったっていうのがありまして、ちょっとこれも試してみます。こう取り替えてみましょう。これできるのかちょっと楽しみです。ちょっとこれ冷めるのを待つ間、こっち開封します。こんな感じになってまして、なんかヘッドがすごいいっぱいついてきました。11、12、13、14、15、16、17個かな。17個のこの先端の部分、これがついてきました。こんな感じでですね、結構な種類入ってました。ちょっと今回はですね、この一番面積の広いこれですね。これ使ってみますか。これももうだいぶ今時間経って冷めたので交換してみましょう。で、ちょっとこれがですね、セット売りされてたわけではないので、もしかしたら合わないという可能性もなきにしもあらずというところなんですが、ここかな、こっちかな、ここが回りますね。こうするとここが取れましたね。見た感じこれ多分入るんじゃないかな。こう入れてと、あと普通に入りますね。いいじゃん。白い部分はプラスチック溶接の時は取っちゃってもいいかもしれない。こうすると簡単に外れるんですよね。外したりつけたり容易にできるので、ちょっと外しておきましょう。すげえ。すげえ。はい、ちょっとざっとではありますが、なんかうまくやれば溶接とかもできそうですね。ただこの横に平べったいよりも今回で言うとこれかな。なんかこっちの方がやりやすいかも。ちょっと変えます。
はい、っていうことでちょっとこれ分かりづらいかもしれないんですけど、前ちょっとこれプラスチック溶接したところがちょっとぐらついてて、もうちょっと補強したかったっていうところがあったんですけど、普通にできましたね。1.5 アンペアのやつでもまだこれこのインジケーターついてるんで、ちょっとこっちだと残量わからないんですけど、普通にこれぐらい細かい作業をやってあげるぐらいだったらできますね。さっきのコードのやつにポータブル電源とか持ってきてつないでこう使ってもいいんだけど、こういったちょっとした作業だったら現場でできちゃいますね。これ本当に軽いです。あとはですね、ちょっと長靴、ちょっと今びしょびしょになっちゃったんですけど、っていうのもここちょっと穴開いてまして、ここですね、こういうのも直せんかな。せっかくまだ温まってるんでやってみますか。はい、こんな感じでなんか穴は塞がりましたね。これはですねちょっと応急処置的な感じで今やったんで、長靴の補修剤みたいなやつ後でやろうと思うんですけど、なんかいろいろ使えそうではありますね。はい。で使ってみて良かった点とここかなと思った点それぞれ挙げていきたいと思うんですが、まず良かった点はですね、普通に、さっき見ていただいたようにちょっとしたハンダ付け作業だったらこれでできちゃいます。前はですね自分これを使っていたんですが、もう普通にこっちに置き換えられるんじゃないかぐらい使いやすかったです。あとはですね最初はこの6アンペアのバッテリーつけてたんですけど、こういったちっちゃい 1.5 アンペアのバッテリーとかもあるんで、こういったものをつけるとさらに取り回しが良くなります。めちゃくちゃ軽いです。あとはですねこの温まる速度もですね結構速くて、本当にこのコンセント式のやつと同じぐらいの感覚でこう使用することができました。かといってこの燃費も悪いかっていうとそうでもなくてですね、今回いろいろ使ったんですけど、バッテリーのインジケーター1個も減らずに、いろんな作業できたっていうところですね。あとはこのハンダ繰り出すところもこうストレートなので、結構狙い撃ちしやすいと言いますか、この厚い部分も斜めになってるんで、個人的にはこう上から見てこう作業する時に結構使いやすいなと思いました。あとはですね、こういったところもこうパカッと開くので、ここ詰まっちゃったとしても簡単に取り出しやすいように結構考えられて作られてるなっていうところですね。あとこのハンダのこのワイヤーもついてくるので、これもわざわざ買う必要ないんで、これもありがたかったですね。あと使い方もすごいシンプルなんで、特に迷いなくこう使うことができました。で、使ってみてここかなと思った点なんですけど、これちょっとこっちとも被るんですが、作りが結構チャチーというかすごいプラスチッキーな感じです。このマキタのこの電動工具独特のこのしっかりした感じは、ないです。ただですね、個人的にはもうこれ今みたいにちょっとした作業の時に使うぐらいなので、そこはあんまり求めてもしょうがないなっていうところですかね。これ購入した時がですね、これ Amazon のブラックフライデーセールで購入したんですけれど、これがですね自分が買った時は3899円でした。この値段なのでこういう細かいこうプラスチッキーなところはしょうがないかなとは思います。で、それに付随してと言いますか、これまたこっちでもそうだったんですけど、ここの精度がですねこう結構似てまして、ここちょっとガタつきがあるというか、こっちの方がガタつきがあるんですけど、こっちよりはマシかな。ただこのヘッドの部分がですねこれ回しすぎると壊れたりだとか、そういったところですね、そこはちょっと純正ではないので、ちょっと不安感はありますが、こういったところもですねこうネジで留めるわけではなくて、こうスポット入れる感じになってるので、この辺もチャチーっちゃチャチーですね。あとはですねこのスイッチこっちと同じなんですけど、なんて言うんだろうな、こう握った時にちょうど指が当たるので、あとはですねこのインジケーター、この本体についてるこの緑色のランプもさっきちょっと外でやった時はちょっと見づらかったりもしたので、それも相まってこれどっちが今オンかオフかっていうのが特に屋外だとちょっと分かりづらかったかなっていうところで、このスイッチはこういった上の方とかにあってくれれば、こう誤ってスイッチオンにしちゃったオフにしちゃったっていうところがないので、ここら辺にあると良かったかなと思います。でもそんなところですかね。精密な作業をやるっていう時はこれはちょっとやめといた方がいいと思うんですが、
今みたいな細かい作業だったら普通にできちゃうかなっていうところですね。こういったものと組み合わせて使うと本当にコード必要なくなるので作業的には効率化しましたね。やっぱコードあると煩わしいんですよね。で、なおかつこれに至ってはこのマキタバッテリー互換なのでこうバッテリーをですねこう切り替えて使ったりすればバッテリー1個でもこういった作業できたりもするので、やっぱこのバッテリーに慣れちゃうとやっぱこっちはどんどん使わなくなっていきますね。っていうことでですね、今回使ったこれとかこれ、あとこういったものですね。これもですねなんか安かった割にいろんな種類が入ってきて、これ全部自分使い切れるかなっていう感じではあるんですが、結構こういった幅広のものとかはですね意外と使いやすかったりもしたので、もしこれ気になった方がおりましたら概要欄にこういったもののリンク載せてありますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今回はマキタの 18V バッテリー互換のハンダゴテを使ってみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。